日本からおよそ2時間、韓国の楽園チェジュ。チェジュ島です。いいな。火山活動によってできた韓国最大の島で、年間1300万人の観光客が訪れる大人気観光地。恋愛とかさ、そういうイメージありません？チェジュ島って。あるね。そんなチェジュに大人気ポーカーインフルエンサー9人を招き、よだれが出るほど魅惑的なポーカープログラムを開催。見て、メルセデス・ベンツ。わ、すごい。そうそうそう。リップタイム高い車食べちゃおう。いいですね。楽しそうだよ。しかし彼女たちはまだ知らない、自分たちにこの後地獄の生活が待ち受けていることを。そしてこちらが共同生活の舞台となるおよそ6億円の超高級ビラ。いやー、綺麗なとこ。彼女たちが訪れたのはチェジュ国際空港から車でおよそ40分、2017年に開業したチェジュ神話ワールドリゾート。チェジュ島を代表する超高級ホテル、韓国グルメを楽しめるレストランをはじめ、遊園地やウォーターパークなども併設され、チェジュ観光の拠点とするにはもってこいのリゾートホテル。すごい。玄関すごいよこれ。やばい。やばい。はい、ナナチャラと申します。チェジュって本当私にとったら日本の次にもう長くいる国なので、ワクワク楽しいっていう気持ちの方が強いです。ポーカーしに行ってナナチャラ、職業はポーカープロ。ポーカーの世界大会でも好成績を残している凄腕プレーヤー。うわ、すごい。もう韓国ドラマじゃん。最高じゃん。財閥一家の家ですよ、韓国ドラマの。うだちことうだちなつです。よろしくお願いします。なんて楽しい企画なんだと思って。はい、ハッピーです。うだちー、元ミュージカル俳優という異色の経歴を持つポーカープレイヤー。自身の名前がついたポーカー大会も開催。自身抜けですよ。引き抜け。すごい。なんか殺人事件起きそう。水木千佳です。すごく心細いっていうのはあるんですけど、でも気軽にいっぱい話しかけてくれるんで仲良くなれそうっていうのを思います。水木千佳、プレイヤーとしてはもちろん大会では MC としても活躍。タレントやモデル業もこなしている。これからジェスリーも始めるよ。主催者がここに映っていいのかな。村上ゆりと申します。この女の子たち9人集まるとやっぱなんかこう緊張しますね。なんか別に人見知りとか一切しないタイプなんですけど。村上ゆり、ライブ配信インフルエンサーとして頭角を現し、ポーカー大会では MC としてもプレイヤーとしても活躍。すごい。いや、ここもすごいね。おキッチンだ。料理任せてくださいよ。岩瀬ゆいなです。岩茶って呼んでください。結構緊張してます。マジって思って、みんなめっちゃルンルンなんだけどみたいな。コンカフェ。私結構緊張してるよみたいな。嘘。岩瀬ゆいな、通称岩茶。歌舞伎町にあるコンセプトカフェのプロデュースをしながら月に1回ポーカートーナメントも主催。笑い声で彼女がどこにいるか一発でわかる。待って、ベッドと布団があるってことはさ、これさ、ベッドと布団になるのかな。お願いします。本競馬です。お願いします。正直に言うともっと殺伐とした雰囲気で始まるのかなと思ってたので、安心したのが一番大きいです。今のところ仲いい感じ。この競馬、ポーカー歴は3年。世界各国を旅しながらポーカーを打ち、さらには自らの競馬予想を SNS などで配信している。競馬場の名前みたいな。この競馬。これさ、
目覚めた時感動するよね。なんか旅行の初日みたいだマヨな。ネです。本当に今日すごく楽しみにしてたんで、意外と知ってる人が多くってよかったなって思って。そうなんだ。みんなとまんべんなく仲良くしたいっていうタイプなんで。マヨンヌ、職業はプロダーツプレーヤー。二足のわらじ。ダーツを主戦場に置きながらも国内外の数々のポーカートーナメントに出場。へえ。二人部屋だ。こっちは。あ、池ちゃんです。共同生活めっちゃ苦手です。いけちゃん。もう YouTube が私ぼっち系 YouTuber でやってますので、もう一人に慣れちゃってて、あんまり誰かといる方が変な感じがするというか、一人がデフォルトなんですよ。私の場合は。ちょっと馴染めてない感じある。池ちゃん、設計事務所に勤務しながらぼっち系 YouTuber としてもちゃ活動。んと就職してる。その登録者数はなんと70万人超え。すごい。すぐ落ちる。いや本当。ホテルじゃん。ここに来たポーカーやりたいです。ここにカメラがあるってのもすごいことだね。さっきいました怒る人。はい、青と申します。シンプルに私こんだけポーカーができるって生活が楽しみでしょうがないので楽しみたいなと思ってます。青山学院大学出身。現在はウェブライターとして働きながらプロポーカープレーヤーを目指している。いや、ちょっと待って。一話のタイトル。なんかラックさん、何？まさかの追放。一話のタイトル。あんな楽しそうだったのに。長旅ご苦労様でした。短いです。はい。皆さんに今日から10日間過ごしていただく家がこちらになります。いかがだったでしょうか。めちゃくちゃいいです。やばい。ありがとうございます。最高。びっくりしちゃった。嬉しいよね。まあ企画はザ・シートアウトというぼっち系番 YouTuber。組になりますが、まずはちょっとこちらをご覧ください。いいな。まあ撮っちゃいますけど。すごい。元気。びっくりした。まあ今回皆さんに取り合っていただく賞金がこちら1億円となっております。 1億か。まあちょっとマジでガチなんでちょっと。すごい。見る機会ない。なんか現実見ない。すごい。数えてるから。これで1億円。じゃない？ちゃんとしてる。じゃあこれ持ってもう走る？この度ですね、こちらの1億円を元手に皆さんには毎日キャッシュゲームを打っていただきます。で、その日その日の勝ち分に関しては皆さんそれぞれ自分のポッケに入れていい。ありがとはい。すごい。まあ勝てば勝つだけ自分のプライベートポットも膨らんでいくというような、すごい。まあ一応そういうルールめっちゃいいになっております。そう、この企画は10日間共同生活をしながら1億円を元手に毎日ポーカーをプレイ。なるほど。勝ち分はプライベートマネーとなり、さらに残った賞金は山分けできる。言い換えるとチェジュ島の豪邸で暮らしながら人の金でポーカーが打て、最高や。勝ったお金は自分の懐に入れられ、さらには賞金までありつけるという誰がどう見ても美味しすぎるドリーム企画。いやリスクないんだから。そしてここで浮かれきった彼女たちに本企画の最重要ルールが伝えられる。タイトルがザ・シートアウトというタイトルなので、実は皆さん2日に1遍ずつシートアウト会議、いわゆる追放会議を、させていただいて、この人数がどんどん減っていくというルールになっています。どうでしょうか、それは。はい。で最終日に残った人数で残った賞金を山分けというようになっております。最終日残るのが1人の可能性もあるし、3人とか4人の可能性もあるし。3人で山分けの可能性もあるんだね。そうそうそう。十分すぎるけどね。追放者の決め方は2日間のキャッシュゲームで成績が悪かった下位2名が候補者となり、全員での話し合いを経て追放者を決定させる。全員で決めるんだ。つまりこのゲームで生き残るには日々のキャッシュゲームをプラスで終えることが鍵となる。そうか。さらに彼女たちへの厳しさはこれだけではなかった。
負けた人数かける500万円がここから現金されていきます。めちゃくちゃでかくない？金額じゃないな。例えば明日キャッシュに行っていただいて9人万が一負けて帰ってきてしまうと4500万ここから半分ぐらいになっちゃう。半分なくなっちゃうじゃん。減るんで、はい、なのでちゃんとキャッシュをきっちり勝ちで帰ってきていただくっていうのが。じゃあ途中で1億円がもうなくなる可能性もあるってこと？でもベースがその脱落者候補がキャッシュによって決まるってことだったんで、もう人間の好き嫌いとかではなさそうなので、それはすごい私的には良かったな。どうだろうなそれは。いや全然やばいルールだと私は思ってます。そうですけどね。これだけ運が絡むゲームで会議で追放されるってなるとこじれるんじゃないかなと思ってます。結構全然ポーカーというよりか心理戦ですよね。果たしてこのポーカーサバイバルを生き抜き高額賞金を獲得するのはどのインフルエンサーなのか。さあ始まりましたザ・シートアウトですけどもね、美味しいルールだね。でもいや最高ですよ。これもうちょっと早かったら、ポーカー漬けにして私出てたからやりたい、だってダメージがないじゃないないよ、これ、ね、人のお金でそうできてもうプラス分もらえるんだからね、もらえて、ちょっとじゃあルールおさらいしましょうか。ポーカーインフルエンサーがチェジュ島で豪邸生活、最高、賞金1億円を奪い合う。賞金を元手に毎日ポーカー三昧ができるってことですね。で勝った分がポケットマネーとしてもらえる。負けたら賞金から減額。2日に1回、シートアウト。中止下位2名のうち1名がシートアウトということになります。最終的に残った人で賞金山分けとなっております。いやこれもポーカー好きはもちろん楽しいと思うんですけど、見てて、そこだけじゃないから。なるほどね。だって女性9人で共同生活ですよね、いくら大豪邸だとしても、私脱落してないのに脱出する人出てくるから私もう無理ですって無理ですって言ってこの人たちと生活できません。朝起きたら1人いなかったみたいな。誰だっけ、池ちゃんだっけ、ぼっち系 YouTuber、もう人といたくない感じ出てたけど、私はこういうのは来たくなかったっていう顔してた。ナナチャラだけポーカープレイヤーなんですね、プロのね。私ナナチャラ結構気強いと思うな。あ、そう。センター分けで帽子かぶれる人って結構気強い。ニット帽みたいな。そうニット帽でストレートで。なるほどね。でそこにポーカーが乗ってくる、お金が乗ってくるわけでしょ。すごいことになりそうですね。だってさっきさ、明らかに1億円のね布がめくられて見えた時にみんな顔変わってたもんね。そう変わってた。あんな楽しく生活しようっていう感じ出してたのに。でそれまでそのぼっち系 YouTuber の池ちゃんが喋ってなかったの、ずっとこうやって喋ってたのに、1億円やったとこだけこれ全員が脱落するってことあるんですか喋り始めたの。グッて前にグッてきたの。わかんないよ人って。確かにね。いただきます。美味しそうすぎる。いい匂いするもん。美味しそうすぎて楽しそうだな。いいね。確かにこれ得しかない企画だね。しかもこんないいとこに住まわせてもらえて。ね。確かに毎日ポーカーできる。遊んだりもできそう。遊ぶ時間意外となんかありそうな雰囲気。これ私のチーズ付き。食べてないな。私のチーズ付きいいの？チーズ付き。やった。いる辛いの。美味しい。大丈夫。みんなに辛いの勧めてみんなで子供。韓国だよ。ある女の子がいたんですよ。今はもう業界にいない子がいて、その子がやっぱちょっとナナチャラちゃんがうだちーの悪口言ってたよってうだちーちゃんに言って、私はそのうだちーちゃんがなんか言ってたよっていうのを聞いたので、関わったことないのになんだと思って、そこからもう多分お互い NG って言い合ってて。なんかそのイベント被ることもなければ、そのポーカーの会場とかで一緒にお仕事することもない状態が狭い業界やのに3年続いてた。私がポーカーで出始めたのが3年前で、ナナチャラちゃんと会ったことがないし話したこともないのに、結構ツイッターで悪口書かれてたりとかしたんで、その悪口言われた時からナナチャラちゃん NG にしてたし、ナナチャラちゃんも NG にしてたんで同じ仕事もなかったと。もうあるの？そういうのすでに始まってました。始まってて、NG 出してる人たちと共同生活するの？私まだちょっとつまみながらお酒飲みたいから食べるよ。そのパスタめっちゃお酒に合いそう。
感じ取ってるよ。めっちゃ美味しいこれ。荷物運んでくれてる説はあるみたいです。今ケツの話。どこ行くのどこ行くの。池ちゃんがぼっち系 YouTuber。そんな露骨にいける逆に。池ちゃんお皿洗い始めてます。なんかなんだろう、あんま9人で共同生活ってすることないじゃないですか。ちょっとずっと気が休まらないというか。部屋さ変えるのめんどくさいからさ、基本の部屋一緒にしたくない？でもだから一旦333決めないと。確かに。ランダムで決めるか。いやランダムは厳しい。ランダムは厳しい。ランダム厳しい派。似た系とランダム厳しいならもう指名してもらうことになるんじゃない？ちょっとなんか空気悪いな。同じ系統って難しい早いって空気いや悪い。別に誰ってわけじゃないけど。まだ一泊もしてないよね。一番楽しい時だろ誰とは言いづらくないここで。う。いるんじゃん。あれやっぱこの組み合わせ嫌だなみたいなのが嫌な子がもういるんじゃん。いる時の表情だった。そうですね、ぶっちゃけそうです。誰が嫌なの？こことここ仲良くないよなっていうのを知ってる人はいるわけですよ。誰も告白してないよそれって。これ言っていいの？本当に番組的に言ってるのかよくわかんないです。ナナチャラと池ちゃんが全然ダメで。あ、そうなんだ。ツイッターブロックしてます。ガチです。でもランダムで決めてこの人嫌なの方がいいんじゃなくない？こなんかできればこの人と組めたら嬉しいなっていうなんか心の安息地みたいな一人いるならいいなみたいな。じゃあここ。意外なチョイスだったかも。じゃあそれで。じゃあもう333でいいんじゃない？333で。荒らすけど大丈夫？大丈夫。私でも聞いてて一緒だった。ダメそうだ。大丈夫。認めるし、ちょっと NG 的な感じの子がいて、池ちゃんなんですけど、あ、そうなんだ。なんで？言っちゃえば男のいざこざ。いやポーカー関係ないじゃん。当時私と付き合ってた人のことが好きで電話したりとかしてたので、私がその当時付き合った人にブロックしてくれって頼んで関係切らして私もブロックしたっていうちょっと過去があって、それ以来もう4年ぐらいブロックしてる状況。池ちゃんが部屋をランダムで決めたくなかった理由はこの過去の出来事に起因していたよう。意外じゃないですかこの2人でね。お部屋はナナチャラちゃんとほのけいばちゃんです。だから私は同部屋でいいのかなってさっき本人にも言いましたし、やっぱされてきたことが多すぎるんで仕事を潰されたりとかもしたし、そう悪口とかもいろんな人に言ってたよみたいなめちゃめちゃ聞いてたから、うちらあんま仲良くなくないみたいな言われたから、みたいな、そうなんかちょっとバチられたので、うえバチられた。合流して早々に発覚したナナチャラを中心としたポーカー女子たちの確執。果たして共同生活は成立するのか。いやー、何これ。いやいや始まってないのに、そもそもがみんな持ってるってどういうことなんですか？もう本当にこれ来る前から始まってたんですね。始まってるんだ。だからナナチャラとうだちがちょっと NG なんだね。でそのナナチャラと池ちゃんも NG？なるほどね。これは全く関係ないんだよね。男関係でです。そうですよね。ナナチャラちょっと NG 多いですね。俺はちょっとあれが怖かったな。何？マヨンヌの単独インタビューみたいので、あれこれ NG っていうの知らないですかって。確かに。聞いてませんかみたいな。自分が告白したわけじゃない。みんな周囲がもう知ってると思って、でも自分が言ってるみたいな。ごめんなさいごめんなさい。そうか知らないかみたいな感じで言い始めるパターンのね。あれ怖くないですか？ちょっとだけ。確かにね。まだ寝てる人もいるからこっちで化粧してる。チェジュ島カジノのポーカーテーブルが開くのは通常午後から。それまでは各々が自由な時間を過ごす。池ちゃんはいつも予定詰め詰めマンだから何すればいいんだろうってなっちゃう。探検してみる？とりあえずちょっと近くを。徒歩8分コンビニなんです。
コンビニ食べ物買いに行きたい。一応先輩後輩みたいなのあるのかな。確かにお散歩しに。ありそうですよね。いやもう多数決だから。よくやるんです。チャック開いてるよ。夜食とかで必要じゃない？見て餃子。待ってでもさそれだけ買ってさ味何で食べるん？味付けどうゆうちゃんは来なかったのかな。けいちゃんは来てないだろうね。でもまあぼっち系の人だって言ってるぐらいだから。食べないならいらない。もう一人が好きなんだみたいな。周りも。マジで少ない。ああ。いや、むしろ取らない方がいいまである。このまま行く。何ですかこのくだり。女子の韓国旅の和気あいあいとしたところじゃないですか。なんか旅番組みたいなくだりは何なんですか。岩井ちゃん、部屋の感じはどう？平和。平和。池ちゃんとゆりちゃん。あ、ちょうど池ちゃん来た。コンビニじゃないけど散歩してきていいかな。てかみんなコンビニ行ったよ。散歩行こうよ。散歩は行く。散歩はねあり。行こうと思ってた。行こうと思ってた。なんかずっと部屋こもってると変な感じになるからさ、ちょっと運動したよね。そうね。なんか休憩スポットみたいになって池ちゃん。池ちゃんでも誘ったんだ。行き止まりチックじゃない。私も奇跡的に全員とちょっとだけ話したことあるメンバーだったけど。なんかまあでも私友達いないからな。友達いないことはないけど、なんかそのこういう番組とかに出るような友達ではないみたいな。私ポーカー系の動画出たの初めてかも。あ、そうなんだ。あ、そっか。全部断ってきた。なんで今回出ようと思ったの？なんかちょっと新年度だから。新年度だから。はてなはてな。かっこはてな。あら、めちゃめちゃ桜。ちょっとみんなで撮ろうよ。ね。なんか桜バッグがよくない？ね。いいとこだな。ロケーションがねもういいもん。どんだけギスギスしても見てられる。いいね。景色が綺麗だね。平和。平和だね。私こういうのがいい。私共同生活マジ苦手すぎてさ。そうなの？なんかずっとストレス溜まる絶対私が一番やばいから安心して。本当に？なんか岩茶性今日格良さそう。上振れるようになんかしときたいな。願掛けしたい。願掛け的な。おはようございます。おはようございます。皆さん午後はどのようにお過ごしだったのでしょうか。まったりゆっくり超平和。寝てた。ダーツしてた。お、そうおのおの。ダーツ作りました。はい。まあ時間もだんだんカジノのキャッシュが動き出してきた時間なので、そろそろ皆さんにとっては本番の時間となります。で、資金をお渡しします。はい。今日初日なので、皆さんに一応日本円で10万円ずつ、まあ大体ワンツーワンスリーツーファイブどれ打っても 200BB はこれで賄える状況にしてます。で、これ全員同一条件で、まだねお金の動きも出てないので 200BB で入っていただいて、それを増やせるかどうかという初日にさせてください。どうぞ。本物？本物です。本物だ。これ200BB っていうのははい。ワンツーだったら400。残りますよね。はい。残った状態で持ち帰ってください。わかりました。 200BB なくなった時点で今日は負けとなります。なるほど。もう1BB でも負けたら取り返しがつかないってこと？いや 1BB でも負けたらとりあえず500万円マイナスだからあっから。お手元10万円ついったでしょうか。はい。これ結構。なので今皆さんのコミュニティポットの額がこうなります。動いてる。めっちゃ減っとる。警報。90万円。90万減った。90万減った。そっか。まあ10万円ずつ実感が湧いてくる。確かに。ゾワゾワしてくる。しかもさ、この10万円しかうちら一人当たりやってないのに負けたら500万消えるんだよ。一人ね。なので皆さん今日帰ってきてこの10万円より増えて帰ってきた方は増えた分は自分のポケットに入れていただいて10万円がここに戻ってくる。あ、戻るんだ。はい。じゃあ1億にしよすみません、昨日ちょっと実は言い忘れてることが一つありました。すみません。今日は500万ですけど明日以降それが600万。日にちが増すごとに1人頭に減る額も
ちょっと実は変動戦になっております。嘘でしょ。やばいよ、これ多分やばい初日に負けた方がいいかもしれない。ゼロになる初かな日に下振れた方が後から上振れるかもしれない。はい、そこは一応なんか言っとかないとなと思って、すみません、昨日言い忘れてました。そうこの減額システムは日を追うごとに1人頭100万円ずつ増加。マイナス500万円から始まり、最終日にはマイナス1400万円となる。いや、全員が勝つって結構相当ハード条件。むしろ今日負けてきちゃった人がいても誰も攻めれないぐらい、別にそんなの変動するものだから読めない。保険かけてるね。みんな攻めないとこうねっていうね。そうそうそう。でもいい子なのかもな、岩茶は。カジノで勝つって伝えなきゃ。今回彼女たちの戦いの場となるのはチェジュ島のシンボルドリームタワー内にあるドリームカジノ。いいとこだね。行きたいな。緊張しすぎて手が震ってる。10万のゲームじゃないもんね。500万かかってるわけだから。おいし。ネイス。いや、これも行った方がいいんじゃないですか。ねえ。それはレイズですよ。みんな真剣。おー、いいね。ネイス。いいですね。フラッシュも見える。オーケー。岩茶2ペアで7万7000円獲得。怖い。決着。池ちゃん頑張ってほしいけどね。ポーカーでもなんか肩身狭い思いはしてほしくないな。ああ、悪くない。ジャックでストレート。いやちょっとなんか心もとないけどね。いや、いけるかこれで。ああ。500万のための絶対絶対降りない反動降りた。この 200BB から減らさないようにしようとしすぎて、絶対降りちゃいけないっていうか、降りる必要のない反動泣く泣く降りました。これコールしちゃったら 200BB 割っちゃうからマイナス500万になるなと思って。そっか。500万の壁があるよね。普段だったらもう絶対レイズしてる。考えなきゃいけないですよね。悔しい。めっちゃ悔しい。そう、この企画では自らの持ち金を増やすことができる一方、1円でもマイナスになれば全員の賞金を500万円も減らしてしまうため、自身の取り分を増やすため勝負に出るか、みんなの賞金を守るため安全策を取り勝負を降りるか、究極の選択が求められる。美味しい。飲みながらやるタイプか。飲んでるね。めっちゃうまいです。私は飲みながらでもできちゃう。いやー、いける？マヨンヌ8000降りてるよみんな。どうすんの？これ行くでしょ。オールイン。あーマジで。それは早いね。これでも行くしかないね。こんだけ強かったらね。うわー。お願い。エースとキングのダイヤでしょ。フラッシュ行かれたらきついけど。うわ
ダイヤやばい、ダイヤやばい。危ねえ。ドキドキする。きちー。危ねえ、危ねえ。おしょオッケーオッケーオッケー。マヨンヌオールインを制し大量にチップを獲得。でも良かったですね。飲むよね、それは。飲んじゃう。勝利の一気ね。だってもうこのね、これで負けてたらね、結構93万5000も勝ちです。はい。イェイ。今日はクイーンズでプリフロでオールインになった時にエスキングがいて、もうなんか伝統の一戦みたいなやつじゃないですか。もうそんなんどっちが勝つかなんて分かんないくらいで、もうフロップでフラドロついたけどよくぞ抜けてくれた、ダブルアップって感じで、もう本当それが全てですかね。まあラッキーしました。私だけこのカード。何？プロのこれは前も来たことあってやってる証拠。そうなんだ。8 これいけなくないか。今はこれを一応ストレート7かクイーン。そっかそっか。さようなら 200BB なんだけど。ストレートあるな。だと熱いけどね。11かける何でオールインしてきてるの。44%。44%。引ければ44%ある。いや難しいね。あ、ワンオーバーがなくなった。32%。32%。あ、これドキドキすんね。ドキドキする。びっくりした。あ、びっくりした。7とクイーンは落ちず、7チャラ大量にチップを減らす。別に引けなかった、ただそれだけ。ノーダメージ。オズ的には多分合ってたんで、そもそもそのエース1オーバー残ってると思って3枚とオープンエンドの8枚で11枚かける4で 44% の勝率があって、でスリーウェイだったんで、そのスリーウェイに対して 44% ってめちゃめちゃいいんで、まあ、普通にコールしたって感じですね。で、まあ、蓋開けたら、まあ、エースがまあ含まれてなかったんで、とはいえ 32% の勝率だったらまあまあ引けって感じだったんですけど、まあ、デッドで死亡って感じです。言うことはありません。まあそれ最前提は尽くしたって感じなんだ。こうしておよそ2時間のキャッシュゲームが終了。果たして結果は。いやどうなった。初日のキャッシュが終了して今戻ってきた状態ではありますが、シートアウトの会議というのは2日分の累積なので、まだそのシートアウトの会議というわけではないですが、今日の収支の報告、一人一人いくら勝った負けたを言うつもりはないですが、今回4人の方が負けてしまいまして、5人の方がプラスで帰ってきております。もう2000万、はい、ですのでペナルティの500万 ×4 とプラス皆さんの持ってった額の増減、いろいろ計算しまして数字こちらになりました。まあそれは減ってくよね。まず2000万減るな。あ、えぐ？で4人で2000万だから。そうかそうか。4人で2000万。これって誰が勝った負けたがもしかして明日のプレーに影響するかと思い、僕らは今配慮して言ってない状況であります。あ、なるほどね。なんかすっごい空気になってるけど。最終日まで持たないじゃん。まあだいぶ持たないね。明日だって600万だよね、一人負けること。多分ね。なんか半分以上は勝ったんだ、あ、まだ良かったなって思ったけど、2000万減ったらさ、ね、数字を真に受けるとまあまあよ。まあ成績としてはそんなに悪くないのに、ペナルティでかすぎません？はい。そうだね。ただまあ一応条件としては皆さんフリーロで人のお金で打てて賞金をもらえるチャンスがあるという意味で言うならば、
期待値はずっとプラだと思います。まあそれはそう。それを言われるともうはいはい、そうだねとしか言いようがない。でですね、ちょっと皆さんお疲れのところで、こういう一日終わりに大変心苦しいんですけど、何いやちょっと重めの話になってはしまうんですが、ちょっと一件結構重大なというか、いわゆる規約違反に当たるなと僕らが思っているものがありまして、今日のお昼間のフリータイムの時間の出来事ではあるんですけど、池ちゃんさんなんですけど、お友達とお電話されてるシーンが今まさに僕らさっきそれを知ったんですが、皆さんにインタビューとか取ってるためにいろんな人がどんな会話してたかっていうのをスタッフがスプレッドシートに今起こしているスタッフがいまして、それはまとめている状況で、これは大丈夫なのかっていう議論になって今その話し合いを実はしてたんですけど、いわゆるロケの内容についてとか今どういう状況だとか、僕ら的には事前の契約書とか、事前の打ち合わせでもそういうのは人に話さないようにしようねと言っていたところに値する会話の内容なのではないかというのが正直取れてて。そんなことしちゃった。そう、撮影の数週間前、出演オファーも兼ねた事前の打ち合わせの場で、とにかく今皆さんとお約束してるのは、少なくとも滞在中に今 AMM の撮影でチェジュ来てるじゃねとか、普段発信してるものに海外行ってる、チェジュ行ってるとかは全然ありだけど、番組の収録絡みで行ってるっていうのは SNS も LINE で友人に言うのも一旦全部禁止にしようっていうのでお約束、ありますよね、こういうの絶対言っちゃダメって。番組の情報漏洩や出演者の安全面の観点から友達を含む全ての部外者への情報共有は原則禁止と説明をしていた。しかし池ちゃんはもう取られてる。取れちゃってるよ。はい。今韓国。でもなんか今回のやつさ、なんか結構キャッシュの成績でなんか脱落形式だから。うわ言ってるね。いやまだこれからです。インディアンポーカーしてる。そう。でもまだカジノ行ってないから、ちょっとこれからね。そう行ってない。スタッフの数減ったから多分カジノの様子見に行ったんだと思う。これで全員プラってるの自分だってマイナスを生んできた時に。カメラあるんですよ。あんな隅っこにいても撮られてますからね。マジで地獄になって耐えられない。2日に1回。話の内容的にも想像するに向こうの方はもうなんとなく知ってて、それはこうそれはなんとかなのみたいな会話だったので、もう向こうの方もうなんとなくもう内容は知ってるんだなっていうのが会話から聞いて取れたので、それは向こうの方のコメントを全部聞けてるわけじゃないからはっきりとは分からないですが、そういうふうにも受け取れたし、何よりもその内容のことを結構喋られてたので、これに関しては見過ごせない規約違反だなというふうに今ジャッジしてます。で今簡単に言うと、企画から外れていただき帰国していただくっていうジャッジに僕ら的には今してます。しょうがないか。これはしょうがないな。いやー、池ちゃん。2週間空けるのに家族とかに何も喋ってない？家族いないから何とも言えんけど。私は何も言ってないな、親も言ってないし、何もではないけど。仕事で海外とは言ってるけど。私も仕事でいません。規約だからね。もうこれは決定。なんか今ここ私たちで話し合ったところで別に何も変わらないってことですか？2日目の朝からもういないっていう体になっちゃうってことですか？今はそういうつもりの報告をしたつもりです。
まあちょっと余計なこと言い過ぎたかなっていうのがあるんで、まあっていうか私の気持ちとか関係なく運営の判断なんてもう仕方ないっていうか、まあもうそこはもう我々も今後これ以上、ね、一生そういうやらないというか、こういう形でのシートアウトは望んでないから、まあちょっとどうしようもできないけど、まあ、今後こういう形でメンバーがいなくなるのはもうちょっと避けようみんなで。いやー、これか。今日の全体の動きとしては以上になりますので、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。池ちゃんも悲しいよね。まあ自分でやっちゃったことだけど、なんかもう契約上なのに納得っていうか納得するしかないですよね。あ、まあ確かに書いてあるし、そうですねって感じです。それだけは言われてたんだもんな。別にみんなからどうこうじゃなくて、まあ書いてあるからまあはいって感じです。うわ。最初にシートアウトがこんな形だった。ああ、ゆり。気をつけてた。ありがとう。ゆりだけ来てくれた。異例の形でメンバーを減らすこととなったザ・シートアウト。現在の賞金は7913万円。果たして最後まで賞金を守りきれるのか。はい、ということでちょっと思いもよらぬ形でしたね。これがまさかの追放だったの。本当に。まあ一応説明しておきますが、今回企画やロケに関する情報発信、情報漏洩は、出演者9人の身の安全を守る意味でも絶対禁止と事前に強く言ってたみたいです。そっかそっか。池ちゃんもでもね、こんな形で終わるとは多分思ってなかっただろうから。まあ納得はしてますけどって言ってたけど、確実に納得してない感じの顔してたよな。契約違反でしたって言った時の顔、あの首の角度私はできないわあれ。確かにな。誰推しですか、岩井さん。いやー、岩茶はいい子だなと思うよね。ちょっと待って、推しかぶり推しかぶり。私も岩ちゃん、池ちゃんがお散歩行きたいみたいな言った時の表情見逃したでしょ。見てなかった。なんか食べてる時にふーって笑ったの、それになんか性格の良さが出てた。なるほどね、可愛かった。いやー、これだからポーカーに負けてもこの好感度だけは上げとくって戦い方もあるよね。自分の勝ち負けっていうよりかは500万を守ることが結構大切だと思うので、負けを取り戻さなきゃいけない。もう負けフラグすぎて辛いんですけど。キャッシュゲーム2日目、負け1人につきマイナス600万円の重みが彼女たちにのしかかる。そして迎えるシートアウト会議。果たして次なる追放者は。いつかは会議にかけられる日が早かれ遅かれ来るんじゃないかなというのは、プロ意識というか、なんかそういうのが多いメンバーは少ないと思う。弁明もクソもまず本当に何もなくて、2人ともカメラに向かって1人ずつ言ってほしいです。自分でカフェを作ったんだったらもう苦しもがけ。規約違反という思わぬ形でシートアウトしてしまったぼっち系 YouTuber 池ちゃん。この情報漏洩事件から9人は同じく禁止されている撮影中の SNS 投稿についての話へ。なんかね、写真とかも撮ってたもんね。もう旅行とか海外行ってくるもうストーリー上げれないって。まあする必要ないからな、別に。だから私はさすがにその SNS 更新ないのは、ね、ファンの人に心配かけるから、過去撮った自撮りとかをなんか上げてるようにしてる。でも何も投稿しないのは割と無理。いやそうなんだよね。だからその許可を得て上げていいかを設けられる場所があるんだったら、ちょっとそれをやらせてもらわないと、私はなんかファンの人が心配してくるから。まあそうね、生きてるかな。自分の活動あるからね。まあてか多分死んだって思われる。だから私は過去の自撮りを載せた今日。
それを聞いてないから事前に準備なんてしてないし、野菜を食べてないとかそういうツイートをしてたけど私は。もう私2週間行方不明になっちゃうんで、ね、いいと思うんだけど、例えばよ、そういうテラスハウスとか出てるメンバーがその放送されて知ることが多い中で、そのメンバーが過去にリアルタイムでなんかちょっとそういう感じの投稿してるかって言われたらしてないと思うね。わかる？ちょっと見たことないからわかんない。見たことないから。だからまあそういうテレビのその期間中に撮ったものを載せてるかって話で。でもナナチャラはちょっとプロ意識高めですね。吸うようにX をもう朝起きたら X するんですよ。まあこれを楽しみにしてんだろうね。今起きてることを上げちゃダメってなったら結構辛いんで、シートアウトっていう中のメンバーの一員としてするべき行動っていうのはやっぱちょっと頭に入れておかないといけない中で、プロ意識というかなんかそういうのが多いメンバーは少ないと思うんですよ。ポーカー界特に。そうなんだ。その番組のその規約で OK を出してるんだから、じゃあ自分がじゃあネタバレになるような行動を一切しても NG だった2人ですよね。じゃあ、さっきも言ったけど写真の中にじゃあ投稿に入れたらどうしますかとか、そういうリスクが 1% でも数%でもあることは全くやらないべきであるし、あれ私が何もなかったら一生言ってたよ、あそこのソファー組が。ちょっと意気投合してんのこれ何？他の、例えば芸能人比べるのもよくないかもしれないけど、じゃあやってるかって話で絶対やってないでしょっていうのを言ったのに、なんか理解してくれないからダメかったね。残念です。インフルエンサーってしょも一般人じゃん。それは全員がプロ意識高いかって言ったら別にそこまで高くない業界だと思うから、まだしょうがないよ、ある程度。はいどうぞ。すいません。ポーカープロとして何があるの？ポーカープロとして。なんかさ、あの後さ部屋で喋ってなかった？池ちゃんお別れ会だよねってだけ。帰り誰か池ちゃん見送った人とかいるの？いや寝てたよ。寝ちゃったよ。だけど正直さ朝起きたらなんか救済措置あってみたいな風になるんじゃないかなみたいな、なんかちょっと甘いけど若干期待を持ってたから、一言注意とかないんだみたいな風には思ったけど、厳しすぎるなって思う反面ただただ寂しい悲しい。2日に1回絶対に1人が落ちるっていうシートアウトするっていうのは確定な中なので、その対象者になった時にちょっとなんか性格悪くなっちゃうんですけど、落とそうって落としにかかる、要因がちょっと1人いなくなってしまうっていう感覚でした。いやでも私はもうプロとしていいと思う。なるほどね。だってもうまっとうに戦ってる。さらにナナチャラは昨晩の池ちゃんシートアウト後にも池ちゃんいなくなってさ、それって喜ばしいことではないことは分かる。庶民言ったらできない方に入る、だからその人数が減る、関係ないところで減るっていうのはだいぶダメージ。そのできる人とできない人、こうなった時にできない人落とせる要因、どうせだったら、ポーカーできるこの一人が警備違反とかでいなくなったんなら、それはありがたいこと、人数も減って、その確率も上がるからめちゃめちゃいいことなんだけど、早くもこの企画の意図を理解し、自分が生き残るため冷静に分析していた。野菜と肉がやっぱりもう最強なのよ。あれも最強。ありがとうございます。水木ちゃん何が不満？現状ポーカーか集団生活か。私はポーカーかな。不満っていうかプレッシャー。ストレスポイント。ストレスポイントね。なんかそのみんなのポーカーのディベートしてるじゃん。それに対してもう聞いてて、あ、そうなんだって言ってる側。なんか私がキャッシュについて語れることなんて何もないから。多分そのポーカーのことについて喋れるのはナナチャラとあおちゃんくらいだと思う。私は別に喋りたいわけでもないんだけど、なんかあまりにポーカーのその界隈のその実力の質が低すぎるから、ちょっと共有したいなと。ズバズバ言いますね。でそれが難しい言葉を理解できない人の方が大半を占めてるから、分かりやすく言ってるって感じです。苦手意識はありました。ポーカーをよくやってるナナちゃん、
すごい、下位になった場合にキャッシュ経験が低い子たちがそのまま脱落になるんじゃないかなって。ポーカーだと多分実力としては9人の中で多分頭1つ2つ抜けてるぐらいお上手だと思います。でもはっきりというタイプなので、その全体の方向性とずれた時は多分すごく協調性がないとみなされるし、合ってる時はとんでもなくいいリーダーとして活躍すると思います。結構芯が強め、キャラが強めみたいなところがあると思うんで、反発しちゃった時がちょっと怖いなって思うんですけど。しかしそんな7チャラを含む4名が初日のキャッシュゲームでマイナス収支。2日ごとに1人が脱落するルールのため、今日のキャッシュゲームの結果でシートアウト会議にかけられる下位2名が決まる。結構今日が私の正念場だと思ってます。レートを倍に上げてチャレンジしてます。これ危ないよね、このぐらいに負け方って。2-5や5-10とはレートの高さを示しており、数字が高い方が高額な勝負となる。青の場合、現在の6万3000円負けは 2-5 のレートならおよそ 125BB 勝たなければ取り返せないが、レートの高い5-10なら 63BB でマイナスをプラスに持っていくことができる。高リスク高リターンですね。言うならば負けを広げてしまうリスクも高いが、全体収支下位2名から脱するためにはある意味近道なチャレンジとも言える。やっぱちょっとこの負けを取り戻さなきゃいけない。これなんか負けフラグすぎて辛いんですけど、なんかちょっと取り戻すためにちょっと1個レートを上げさせていただいて、5-10に挑戦しようかなって思います。はい。自分の勝ち負けっていうよりかは、全体として500万を守ることが結構大切だと思うので、レベルに合ったレートを焦らないで打って打ちたいなとは思いました。今日は今日っていう気持ちで頑張ります。今日は2-5です。強めのワンペアですね。8。ワンペアだけか。なんか勝てなくもなさそうだけどね。うわ、いった。水木、見事ブラフを見破り6万5000円ゲット。結構いろんなハンドで入ってくるハンドレンジ緩い人だったので、結構何でもありえるなと思ってて、でさっきも1回ブラフされてコールして負けてるんですよ、相手。同じこと2回やってくるかなと思ってちょっと悩みましたけど、はい。うだちはいいですね。15？強いけど。我这还差，没看清吧？うだちトップペアでポット獲得。まだワンハンドしか参加してない。一応現状は食らってるんで、とりあえずコツコツいつも通りやれればなと思います。
なんか良さそうだけどな。コールした。どうする？いった。ドキドキですねこれ。ワンペア。村上、キングのスペードを使ったブラフでポット獲得。引いた時も引けなかった時もラグ以外はブラフしようって決めてこうって、なんかお兄さんめちゃくちゃブラフ頻度高かったからどっちだろうって思ったけどめっちゃ緊張した。残り時間2分で未だ10万1000円負けの7チャラ。はい強いよ。AOF 誰も付き合ってくれない。I'm no time ラストハンドWe last hand ああ付き合ってくれた。相手はエースキング。オーケー。スリーカード。いいんじゃない？スリーカード。オッケー。いけた？あすごいすごい。7チャラ3カードでオールインを制しマイナスを回避。もうこんなポーカーやってて4年こんな辛いこんなに願ったことはない人生最大のフリップをしました。ポーカーのプロって言ってるのになんかめっちゃプリフロールインでフィニッシュしたらなんか面白いなんかね、まあそういう時もまあありますよねということで、はい、いやでも勝負強いですね。一方炎も残り時間わずかでマイナス1500。いやーちょっと取り返さないといけません。あと3分でしょ。ちょっとでも勝たせて、ちょっとでも勝たせて。いやこれ行くしかないってことでしょ、時間的に。オンライン。4と8で終わり。ちょっとなんか頑張ってってなっちゃう。いや顔に出ちゃってる、顔に出ちゃってる。ドキドキするよ。下ろして下ろして下ろして。耐えた。オッケー。耐えた。だから全員下ろした。いやすごい。みんなの500万守りました。果たして2日間の終始でシートアウト会議にかけられてしまうのは。お疲れ様でした。あ、やばい。いや息詰まるね。今日の収支の報告をまずさせていただこうかと思ってます。今日は2名の方が負けてしまいましたので、割と少なく済んだんじゃないですか。収支の方はこちらになります。600万になってますもんね。そうか、1200万マイナスか。はい。まあ1200万ちょっとですね。減って明すごい日空気になってるけど。にシートアウト会議を行うので、まずシートアウト会議の対象者となる下位2名をまずここで発表したいと思います。まず8位、ほのさん。はい。自覚ありました。ほのさんが19万4000円負けで8位です。すみません。もうほぼ下位なので関係ないからその弁解の余地としては今日マイナスにならなかったっていう実績は作りたかったので、まあ最低限はクリアかなっていうふうに思いました。アピール。で7位が、ナナチャラさん。7だけに。逆にね。9万9900円。あんだけ言ってた人のね、ちょっと変な空気になっちゃいますよね。2人には明日弁明というかする機会も持っていただきながらですが、シートアウト者をどちらにするかを決めていただくのは6名の方の投票によって決まるので、その弁明を聞いたりとかしてそれなりに考えをまとめるとかも含めてお過ごしください。
はい。なんかいよいよそういう場面になっちゃったことがなんか2日しか経ってないのに。翌朝行うシートアウト会議にかけられるのはホノとナナチャラ。するとここでマヨンヌが1日目のキャッシュゲームで起こっていたあるトラブルについて口を開いた。みんなどのレート打った？ 1 日目。2-5。私だけじゃない、この中だったら5-10座ったの。なんかそこについてめっちゃ今バチバチ最下位のほのちゃんが初日2-5に座りたかったのに5-10に案内されててみたいなことがあったってさっき聞いたんで、昨日2-5だと思って座ったテーブルがカジノ側との連携ミスで5-10のテーブルだったということに後から気づいたほの。なるほどね、そんなこともあったんだ。ここって言われて座りました。高いレートのテーブルだと途中で気づいたものの、そこでまさかのオールイン対決に。なるほどな。その結果マイナス20万円という大打撃を負った。心して言ってたわけではなかったから、なんだろう、これはなんか言ってること甘ったるいよとかそういうのはあると思うんだけど、なんかシンプルにそんなの聞いてないよみたいなちょっと気持ちはあって、まあそれはPB でも出したんだよね。PB 出した。普通にだからもうみんな1枚ずつ出してるからとりあえず出すかっていう感じで出したから焦ってめっちゃプレーをした。その5-10に間違って座っちゃいましたっていう話に対して本人はそう思ってなくて言ってたのかもしれないけど、私の耳には他の人はずるい、私はこんな目にあったのにっていう風に聞こえてしまったのがちょっと引っかかってる気持ちがちょっとある。じゃあ例えば昨日勝ちましたってなった時絶対言ってないと思うんですよね。その不条理だったことをどれぐらい情状酌量に入れるのかっていうのと、やっぱりチャラの弁明を聞きたいなと思っている。もう裁判だな。青学。もう裁判ですよこれは。弁明もクソもマジ本当に何もなくて、私はポーカープロである、そんな数時間のあれでみんなは考えないと思っていると思ったからそんなに焦ってない正直今。なぜなら長期的に勝つ負けるっていうのを考えた結果、どっちの方を残したら自分たちが取り分けてもらえる額が減らないかっていうのを考えた結果、私は負けないと思っている。この2日間いろんな戦略を練ってきた。500万円分の損失を今日は出さないように気をつけるだったら5-10より2-5の方がエッジが出ると思うんだけど。それは前回昨日座った感じ2-5のレベルが低かった。なので私はフィールドとして上手い人たちと戦う方が得意で、これは正味どっちを落とすかっていうあれだから私は言うんだけど、5-10に間違えて座っちゃった、これは言い訳だと思ってて、ポーカープレイヤーとしてちゃんと自分で把握しなきゃいけない。自ら座りたくないんだったら言うはず。ここ5-10だったのでって言って、でもそれでも座る選択をしたのは自分自身なので、自分がそのフィールドで戦おうという意思を持って座って負けた、ただそれだけの話なので、間違えて座っちゃったから被害者ですっていうのは考慮には入らないかなと思う。いいですか？被害者ですとは言ってません。しかも自己責任ですとも言ってます。言い訳っていうか弁明がすごくそれしか言ってなかったので一方的に決めないでほしいなとは思った。私がなめたプレーをしてるわけではないし、何も考えてないでやってるわけでもないし、別に私は女王に訴えかけようとして言ってるつもりは全くないので。めちゃくちゃリアルななんか女の喧嘩。すっごいなんか重たい喧嘩してるな。ナナチャラの自己 PR を聞いて、
ナナチャラを残したいって思う人ってあんまいないなって正直思ったんですよ。明日我が身じゃないですか、追放会議にかけられる2人3人って。私強いんでもう一回チャンスくださいっていうのに対してわざわざ強い人を残すかなっていう。うわ難しいなこれ。すごい確かにね。選挙権を持つ部屋です。ちなみにもうみんなは決まってます。これ聞きたいね。シシートアウト候補じゃない人の意見。私は決まってるんだけど、やっぱり私個人的にはナナチャラちゃんを落としたい。まあ個人的にはそうだろうな。いざ2人で会の面になってシャラちゃんと誰かが残りました。シャラちゃんは口調が強いからなんか口調負けしちゃう可能性があって、そうなってくると結構辛いなって思う。私とシャラちゃんがじゃあ残りましたみたいな。まあ大前提として私はナナチャラちゃんを仕事上で NG にしていた過去があって、それを過去ねで私は悪口をかなり言われてたしツイッター上でも書かれていた過去があるので、だからそういう人がトップにいる世界はすごい私はおかしいと思うし、良くも悪くも強すぎる。そうかな。キャラも議論も。ナナチャラが初日にポーカー上手い人を残した方が利益的だから私は迷うのを落とさないよって言われたの、あすごいそれ私に言ってきてるって自分が、めっちゃ守られたいからそういうことにはなるよねって思ったけど、私はナナチャラがまずそもそもキャッシュゲームに向いてる人だと思ってません、そもそも。まあめっちゃ私は逆に純粋にナナチャラはこういうシチュエーションがあったんだけど私はみんなの獲得賞金を守れますっていう主張をしている、守れますって主張をしてくれてるものの言葉のでかさってあるくね、別にそれが別に結果として今後負けちゃったとしても、別に今の現段階では言葉の責任とかを含めたらナナチャラの方がちゃんと責任を取ってる、取ろうとしているように見えるんでね。だからこの機会にナナチャラっていう劇物をみんなでどう料理して面白くするのか、利益にするのか。青の言葉選びが面白いね。劇物最初で最後のチャンスかもしれない。そうそうそう。なるほどね。逆にぐらい怖い普通に。そうだね。怖いよ。怖いよね。この後いよいよ始まってしまうシートアウト会議で女同士の熾烈な口論が勃発する。うわこれはちょっと風向き変わったね。だってナナチャラ落としても落とさなくても、どっちにしろ怖いと思う。そうね、だって劇物になっちゃってるそう、あおちゃんの言葉選びが本当に面白い。情状酌量の余地があるってもう裁判だもんね。もう最高だよあおちゃん。でも迷うのあれ怖くなかったですか？ナナチャラから迷うの落とさないよって言われたのって私落とさないでってことだと思うの。あの推理ね。なんかすごいね悪いおのの中に見えてきた。まあね顔もちょっと似てるよね。ちょっと似てる。ここで2人の主張をちょっとおさらいしてみます。ナナチャラは、賞金額を守るために実力がある人が残ってマイナスを減らそうっていう主張をしてましたね。一方ほのさんは実力のある人を残したら次回他の人が下位2名になる確率が上がるから今潰しておこうという主張なんですけどね。私はナナチャラ残すかな。ナナチャラ残す、だって性格的に言ったらやっぱナナチャラは敵作りやすいと思う絶対、でも、この子はそういうプロ意識も高いし、この子はそういう人なんだって思っていけばもう今はついていくかな私は。なるほど、俺が当事者だったら多分炎残すと思う。だって俺多分、あの感じで言ったら炎のことはいつでもこの落とせる気がするから、次のゲームでも多分落とせそうだから、そしたらもうこの時点で2人落とせる人確定しているような感じになると思うんだよね。なるほどね。自分が生き残んなかったらゼロなわけだから。いや面白いな、なんか面白い、あの家の中でもポーカーみたいなことが行われてるっていうのがすごくいいですね。いやどうなるのこれ。怖い音。
さ始まりの音こんな感じじゃない？確かに。怖いね。どっから鳴ってんの？人狼ゲームみたい。おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。昨日もお伝えさせていただきましたが、今から、シートアウト会議の方を始めたいと思います。ではまずはシートアウトの対象者であるお二人の弁明というか意見をまずは聞かせていただきたいと思います。どちらからでも。昨日私から喋ったし、先どうぞ。私から。これは、弁明というよりあとゲームの現実的な話をしたいと思って私はメモにまとめました。現状1日目4人負け 2日目2人負け、現状阿部3人負けっていうふうに、計算できます。5日目で、0になります計算上。なので現状、どちらかを残す残さない、例えばこういう感じでその残り2人になった段階で、もしナナチャラと自分の誰かがまた残った時に、強い口調で言われて自分が落とされるかもしれないみたいな、多分そういう気持ちがある子も多分いると思います。ですけど一旦やっぱりここをみんなで守っていく、キャッシュゲームを勝ちにプラスに持っていく、ここをまず最善優先としてそこを考えた方がいいと私は思ってて、もし私が生き残れたとして、次下位2人に選ばれたら私は自らを、落としてほしいし、落とす前提でみんないてほしいっていうことを、弁明じゃないけど、私を残すメリットとして、皆さんにお伝えしたいと思います。以上かな。すごいやっぱいろいろ考えたんでしょうね昨日。だってみんなに言うことを。プレゼンだもんねここ。はい。昨日は遅くまでお時間いただきましてありがとうございました。私の弁明というかは、ナナチャラが私はうまいです、守ります、保険として私が抜けますっていうのは、また下位になった時に2回目だもんねっていうので、普通にその自主的にどうこう確約どうこうじゃなくて、ほぼ確実にそうなると思うので、そこは担保という意味では薄いかなと思います。自分が残りたいという思って多分皆さんプレイしていると思うんですよ。だとしたらその自分にとって強敵である人を消せるチャンスがあるんだったら、絶対にその期待値は確実に今の方が高いなっていうふうに私は思っています。実力がある自分はこれ以上迷惑をかけない。もし次下位2名になったら無条件で自分を落としてほしいというナナチャラ。それに対しこの企画の性質上、下位2名になりづらい強敵は今のうちに落としておいた方が全員にとって得策と主張するオノ。真逆の主張だよねこれ。これは本当にみんなにどう響くかですよね。そうだね。真逆だから。するとここまで再三プロとしての誇りを語ってきたナナチャラがさらに自分を追い込む。もう私の段階で1回負けたら自分の中でもうアウトにしてる。1回って1回でもマイナスを作ったらアウトだと思ってる自分の中で。でも最下位にならなかったら下位にかけられないから残らないから、そうなんか落ちる落ちないのフィールドに来ない。そうそれはそうなのよ。だから言ってることは綺麗だけど別にだから何っていうぐらいの感覚だと私は思う。みんなにとってはメリットではないくない？それ守りますっていう確約も別にないしマイナスになってるし、私はそっち側だったらだからなんだろうっていうふうに思うけど、それのうまみがよく分かんないから分かるように言ってほしい。そのメリットとしてだから私はあと下位2位とかじゃなくて、あと1回でも負けるともう自分が出ていくという覚悟のもとキャッシュをします。それはゲームが違くない？じゃあちょっといい？その確認したいの。その前提が成り立てば問題ないってことで、下位2名以外もシートアウトにかけられるかっていうところが議論の対象になるから、そもそも今日キャッシュおまけしちゃいましたの時点で今日シートアウトしてもらうみたいなことです。いやそれは今そのつもりはありません。下位2名で行くつもりでした。ルールとしてはないもんね。はい。
公約がなかったとしてももうこの生活いいです無理です自体っていうのはもうしょうがないですよね。そうだと思います。だからその気持ちはダメなんですか？まあ、そのもし負けて結構ニヤリですよね。その話だから自分が負けてしまっただからもうプロとして、はい、もうこれはみんなに迷惑をかけてしまった、はい、だから辛いからもうみんなにはごめんけど私はもう去るっていうそういう話はダメ。それは別に勝手に辞退してもらっていいと思うんだけど私たちがそれをどんだけ信じられるか。そうだよね。私の性格をそれはまあみんな今の感じで分かるかなってちょっと思います。これを私が嘘をついて残るかどうかはみんなの判断に任せるんだけどこんだけ公の場でしかも今自分で言ってるプロとして負けたら降りるって言ったる段階で、負けたけどあなたこうだこうだ永久負けたしみたいな感じで私が残ると思ってるかっていうこれは信用によると思ってるから、それは守ってくれると思ってるし、私もそう私は疑問プライドある人だからね。疑問に思ってる。なんて今までされてきたことがあるから全信用はできない。まあそれはそれでいい。そうだそれはそうだよね。で1回でも負けたら自首しますっていうのをみんなの前で宣言してそれで結構投票が加味されるとしたら、みんなそうしない。それでもう一回チャンスもらえるんだったら。で私がそれ言ったらさ私残した方が良くないってなるじゃん。だって上手い人がよりそれを言ってほしい。じゃあそれを言ってほしい。今残るんだったら1回でも負けたらシートアウトするって言ってほしい。そしたらみんなそうなっちゃうじゃんっていう話。それはほのちゃんに強制するのはそれこそ強制っていうか言ってほしいっていうのはプロとしてのプライドがあるからそれを言ったんだったら。そう思って私もそう思ってるって思うんだったら全然言ってほしいよっていう。そうじゃなくて今話はみんなそれで泣きってできちゃうじゃん。ただそれを口に出すその覚悟があるってあんまできることじゃないかなって思う正直。で実力的な話で言うと、もう仕事としてポーカーをしています海外で。月に3回ぐらいもう飛び回って、もう稼働時間が正味違います私は。だからその若いにならないでただマイナス BB っていう状況が例えば2回は絶対続く実力的に。なので2回3回があったとしたらアベレージ1500万以上ぐらいのマイナスがある。それは何の計算でそれ出てるの？何を加味してその計算を出してるのかが分かんない。何よって言ってます？だから私がそのマイナスを出す計算をなんでナナチャラはそれを何をベースにできてるの？自分は500万だけどこの子は何千万の損失を出しますって言ってるから、もし1回でも負けたら自分がいなくなるということはマイナスミニマムのマイナスがもう確約されている状況っていうのを伝えたい。ちょっと分かりにくいかな。分かる。どうします？こんなに芸人として実力的に岩井は下だから。その会議が行われた時点で今後活動できなくなります。結構でもここの議論は十分でむしろ多分弁解した方がいいのはほのちゃんの方かもしれない。なんでかっていうと残すメリットを提示しててデメリットを今潰した状態だね。残したらシートアウトさせづらいっていう条件を自分で壊しにいったのでなんかメリットとか難しいと思うけどデメリットを壊すとか。では私もマイナスを作ったら抜けます。それもいいと思う。でプラス強い人が残っていったら次にかけられる2人になる確率は上がりますよね。なので私が残った方が今のやり取りちょっとすごかったですね。自分が下手だからみんなの生存確率が上がりますよって言いたいわけじゃないんだけどっていうふうに言ってるような気がする。私が強いからみんなが確率下がるよ。私の方がみんなまだ残るだから最後残してよっていうふうにちょっと聞こえるし、でもあくまでここを守るためにやっぱ実力っていうのはちょっと加味した方がいいかな。じゃあ自分は守れますよ。じゃあ他の人よりも勝ちますよ。じゃあ他の人が下位になりますよっていうのは変わらないと思ってて、それならばだからその条件それ分かる。私はこれをマイナスにするつもりは当然ない気持ちのその気持ち表明としてマイナスを作ったら事実マイナスを作ったということで抜けますと。2人とも一度でもマイナスを出したら自らシートアウトすると宣言し弁明タイムは終了。めちゃくちゃ怖いなと思ってしまいました。一緒私もいずれいつかは会議にかけられる日が早かれ遅かれ来るんじゃないかなというのは
覚悟をしておかなきゃいけないので、そこで自分の価値をどういうふうにアピールするのかとか難しいなって思いました。正直自主シートアウトっていうルールが確定した以上ほぼ2人ともシートアウトするなとは思ってるんですけど、選択をしなきゃいけないっていうことが一番精神的にきつかった。それでは第1回目のシートアウト会議、投票の時間に入らせていただきます。なんか笑っちゃいけないけど笑っちゃう。私から、簡潔にどっちを落とすか。ほのちゃんを選びます。落とす側として。ちょっとななちゃらまんま良くないなと思ったんだけど、それを言うならあなたも言ってねみたいな雰囲気になって、自主シートアウト自分もしますって話になって、言い出しっぺはもう納得じゃんみんな。なんだけど後からやりますって言ったことに対してうちらはマジで心苦しい。それで今日負けた、明日負けた、もう速攻シートアウトさせなきゃいけないような感じなのも黒い、そういう理由とかもいろいろ含めた中で私はひとまず、こっちを生き残らせるっていう結論に至りました。先に前提を確認しておきたいんですけど、2人とも明日以降 1BB でもマイナスを作ったら自主シートアウトをするっていうのでいいですか？はい。でこれは確約しておきたいので2人ともカメラに向かって1人ずつ言ってほしいです。先生これが嘘の可能性あるんだから。俺だったら確実に生き残るために言って絶対にシートアウトしない。今さえ生き残ればいいんだから。確かにね。私は、1BB でも負けたら自主で退出シートアウトします。私は 1BB でも負けた瞬間に、その当日にもうシートアウトします。ありがとうございます。じゃあ私の結論が出ていて、ほのちゃんに帰ってもらおうかなと思っております。いろんな理由がもちろんありますが、私の意見の一番大きなところはシンプルにポーカーの、実力というものを信じていますので、必ずやエッジを出してくれると信じておりますので、どうぞ頑張ってください。以上でございます。私もほのちゃんに票を入れたいと思って入れることにしました。決定打は本当にななちゃんが言ったシートアウトでいろいろあってほのちゃんがそれに乗ったというか、私もそういうふうに言った方がそっちの方が有利になっちゃうじゃんっていうので言わざるを得ない状況になっちゃったと思っていて、その状況のまま今日明日のキャッシュを打つってすごくメンタル的にしんどいもの、私としてはそれを見るのもすごく苦しい。私はそういう決断に至りました。以上です。はい。私もほのちゃんに投票します。理由としては最初はすごくななちゃん寄りだった、正直。でもマイナス 1BB でも出したら帰国しますってシートアウトしますっていうのを聞いて、プロのプレイヤーとしてそこまでのパッションというか思って言ってるななちゃんに期待してこういう結論に至りました。私はななちゃらに入れようと思ってました、正直。でもほのちゃんに入れます。正直勝ち続けるって本当に難しいと思うのね。プロのプライドを持ってるからこそそこまで宣言して本当に苦しい日々をこれから過ごすと思うの。その苦しんでる姿をこれから見てみたい。苦しいもがけ自分で枷を作ったんだったらもう苦しもがけって思うので、苦しんでるななちゃらを見たいのでごめんけどほのちゃんに入れます。言葉にちょっとすいません、なんかうるっときちゃって絶対泣かないといけないじゃあ最後、うだちからも
私はとても悩んだんですけど、ほのちゃんに入れることにしました。やばいこれ。やばい。で、私は最初から結構、終盤までななちゃらちゃんに最初入れようと思って。あれもうダメだ。ちゃんと喋ります。最初のルールでは生き残った人が賞金を獲得するゲームだったので、ここでななちゃらちゃんに脱落してもらった方が自分が残る確率が上がると思ったんですね。だし、もう生活面でも過去にいろいろされた経験があって、じゃあこれから協力プレーってなった時に私はこの中で一番裏切られると思っているから、そういう面でもななちゃらちゃんに入れようと思ってたんだけど、自主シートアウトっていう条件が出てきちゃうとほのちゃんってなっちゃったっていう形になります。はい。だからそれはすごく申し訳ない。仕方がない。信頼関係でこの約束が成り立ったことだけは本当に忘れないでほしい。からプロとしてのプライドを信じてるし信頼してる。から勝って帰ってくると思ってるし、負けた時に嘘をつかないと思ってる。その上でこれが成り立ったから、それだけは忘れないでほしい。はい。そうか。まあここにいろいろ今日から結構一人ガチリアルにいなくなってしんどい思いしていくと思うのをオンエアを楽しみに待ってます以上です。ありがとうございます。お疲れ様ほのちゃん。競馬頑張ろう。現在の賞金額は6690万円。果たして残る7名のうち誰が手に入れるのか。いやさあということで、今回のシートアウト会議、脱落者はほの競馬さんになりました。ほのちゃんが居続けたらかわいそうだから落とすってことでしょ。でそれ一番最初に言ったのが岩茶。岩茶はすごい、なんか優しい判断だったね。岩茶はね、本当に友達のことずっと守ってくれると思う。いやちょっといろいろあったな。こうね、青ちゃんいたじゃん。青ちゃんね。がほのちゃんもメリットを提示してよって言ってた。言うのってさ、自主シートアウトを確約させるようなことだと思うんだよね。なるほどね。その時私は気づかなかったけど、もう言わざるを得ない道だったのかなあれは。それをなんか誘導してると、見せないようにそうさせることによって、もうこの2人はさ、どっちが残ったとしても次負けたら自主シートアウトになるわけね。青ちゃん一番怖い説青ちゃん、だからもうちょっとトーク力じゃないこれ。そうだよ絶対に、だってナナチャラは、全体の金額が私がいた方が落ちませんよって言うんだけど、1回負けたら自主シートアウトなわけだから、600万700万だけの損失でどっちも済むはずだから、確かに、これはイーブンなんだよねそうだからこれちょっとディベートに負けた感じあるな。ナナチャラが泣いてたじゃないですか。ナナチャラが泣いてた時の炎の顔見ました？ナナチャラが泣いてた時、マヨヌちゃんとかはこうしてこいとかね、結構強めに言ってたけど、炎だけは見返してほしい、見返してほしい。なんであんたが泣いてんのみたいな顔してた。まあ正直自主シートだとしなくてもいいわけだから、ここも口約束でしかないから、ね、昨日は昨日だけどみたいな。そう私が自主シートアウトしない方がいい理由をまとめてきたとか言いそうですよねまた携帯に携帯見て3B でも負けるとシートアウトちょっと変なプレッシャーかかってますけど。キャッシュゲーム3日目、負け1人につきマイナス700万円。膨れ上がるプレッシャーが彼女たちの精神を追い込んでいく。そして容赦なく襲いかかる第2回シートアウト会議。果たして3人目の追放者となるのは。自分の性格の悪さがしんどいです今本当に。どっちもいなくなってほしいって思ってはない。
どっちが落としたいと私の本を残した方が得ですって正直言えません。本当は残りたいかもしれないって思うとなんか私の中ではそれを鵜呑みにできなくて